ズニーランドみたいじゃねすごいな。バス停の目の前にあるこちらの広場、カタルーニャ広場になります。おそらくそこまで有名ではないであろうこういった像もすごいですね。馬が立ち上がってる姿が迫力あるわ。もうヨーロッパっすね。このカタルーニャ広場はそこまで大きいわけでもない、ただの広場っちゃ広場なんで、観光客が来るというよりは地元の方の憩いの場って感じだと思います。鳩がすげえ。カタルーニャ広場をチラ見したところで次の目的地へ向かいます。今日行った2カ所の観光地2戦していっぱい1分けって感じだったんで、次に期待したいですね。この道はもうザ・ヨーロッパを歩いてるって感じでめちゃくちゃ気分がいいです。ちょっと落書きがあるのはご愛嬌。はい、見えてきました。こちらがですね、サンタエウラリア大聖堂カテドラルになりますね。今まだ先頭しか見れてないけどすごい形だね。そしてこちらが正面になりそうですね。いやすごいわこりゃ複雑な形やね。入り口もチケットもここじゃないんだね。チケット売り場はすぐ左手にありました。料金は16ユーロみたいですね。もうアホみたいに課金しまくってますが16ユーロで買っちゃいました。ということで入り口もこっち方向で矢印があったんで、さっきの正面の左側面を歩いてます。入り口らしき場所が全くわからん。ここもなんかすごい複雑な形してますね。このカテドラルガウディの設計じゃないはずなんですけど、なんかすごいっすねカテドラルの真後ろぐらいですかね。ようやく入り口っぽいところ発見しました。はい、今のとこからようやく中に入れましたが、いやすげえわ。ここは中庭的なところっすよね。アヒルがいる。アフラックめっちゃ綺麗だな。このアヒルたちめっちゃ白くない？この道もすごい立派なんですけど、早く中入りたいっすね。中はどっから行くんだろう。本堂的なところすぐに見つかりました。いやすげえな。すごいわ。カテドラルすごいわ。いやこれ見て、上の方とかステンドガラスも超綺麗。そこまで派手派手じゃないのが逆にまたいいっすね。でこちらのカテドラルはゴシック様式という建築様式になるようです。今までいろんな歴史があったみたいなんですけど、1298年に建設が始まって完成まで150年かかったらしいです。後ろ側に来てみましたが、こっちもステンドガラスが素晴らしいですね。ガウディ関わってないけど、こんな複雑な作りしたら150年もかかっちゃうんですかね。ほんとすごいわ。今まで行ってきた大聖堂の中でもトップレベルなのは間違いないですね。だからよく150年もかけて作ろうと思いますよね。ヨーロッパって時間とかお金とか関係なく芸術作品には全てつぎ込むぞって感じの風土がある気がします。でこの大聖堂の上に行けるって噂を聞いてるんですけど、これでいいのかな。スカイライン別料金だったりするのかな。行ける？今のところで良さそうです。エレベーターがありますね。特に別料金はいらなくてジェネラルチケットで入りました。はい、エレベーターで上に上がってきました。本当芸術のためにこんな意味のないこんなの作るんですね絶対意味ないでしょ。絶対なくていいやつだもんね。でもこれが素晴らしい美しいから作ってます。そして最初に見た先頭がこれですね。すごい複雑な形で、一番上はこんな感じなんですね。もうこれがさっき書いてあったスカイライン的なこんな感じ。カテドラルの後ろから撮ったバルセロナ、こんな感じです。そしてカテドラルの右斜め前にはサグラダ・ファミリアも見えます。バルセロナの観光地3カ所目は一応勝利でいいんじゃないでしょうか。16ユーロしたけど勝利でいいと思います。これで1勝1敗1分けでございます。この辺の周りの建物もよく見ればヨーロッパって感じでおしゃれっすよね。向こうなんて黒いドームとかあるし。では今カテドラルを出てきました。次の目的地まで徒歩9分、歩いていこうと思います。なんかシティーズっていう面白い店見つけちゃった。ちょっと見てみましょうか。ビートルズを模してます。日本のアニメはスペインでも人気なんでしょうね。亀川流の T シャツが買えます。で日本語で亀ハウスって書いてある。すげえ。
悟空にこれなんすか、ゴジラですか東京で東京、これいいな。ちなみに T シャツ 14.99 ユーロだって。で3つ買うと 30% オフ。安いね T シャツ。ちょっとマジでこれ買おうと思ったんですけど、ビーチクラブっていうこれいらなくない？この文字が気に入らないので買うのやめました。こうしていろいろ見てると日本関連のもの多くない？めちゃくちゃ多い気がするんだけど。やってきたのはですね、ブケリア市場ですね。バルセロナで多分一番規模の大きい人気観光地のマーケットになりますね。メルカドか、メルカド。それではブケリア市場に入っていこうと思います。中途半端な時間なんですけど腹減ったんで、なんか軽くつまみたいなとは思ってるんですけど、なんかいいのないですかね。このクロケットコロッケ、これちょっといいな、食おうかな。イベリコって書いてる。イベリコ、イベリアンハムって書いてある。いいじゃん。ちょっとさすがに早く決めすぎなんでいろいろ見てからにします。唐揚げもいいっすね。これをケンタッキーでブリトーとかエンパナーダもありますね。生ハムもいいっすよね。生ハムも惹かれんな。ここに店先で食えるバーがありますね。ここもいいな、めっちゃいいな。どうしよう、こういうとこいいっすよね。もうたまんないっすわ。めっちゃ楽しい。いやマジでたまらん。メルカドマジでたまんないっす。もう超楽しいです。この後日本語でメニューが書いてある。すごいほらいろいろ回ったんですけど、やっぱりこのイベリコハムが入ってるコロッケにしようと思います。 6.5 ユーロカードで払いました。冷静に考えるとそこそこすんなって感じですけど、まあまあ食ってみましょう。見た目こんな感じです。ではいただきます。1個こんな感じで4個入ってますね。いただきます。芋は結構柔らかめ。日本にあるクリームコロッケよりはクリームじゃないけど味はそうっすね。でイベリコ豚のハムはどこにあるのか全く分かりません。 6.5 ユーロの価値は間違いなくないです。一応すんごいちっちゃいイベリコハムっぽいのは一応発見はできました。ほぼじゃがいもです。続いてコロッケ買ったすぐ向かいの店でなんかフルーツジュース飲もうと思います。どれがいいかな。無難そうなジュースしかなかったので無難なオレンジ&ストロベリー 2.5 ユーロです。ストロベリーとオレンジを混ぜた味ですね。まあ普通にうまいです。はい、では次の場所を向かいます。ではこのリセウっていう駅からメトロに乗っていきます。はい、早速列車が来ました。ディアゴナルという駅で降りました。でこのディアゴナルという駅で L5 のメトロに乗り換えます。 L5 のメトロも来てたので乗り込みます。このサンパウなんちゃら駅で降りました。ここからですね徒歩7分ぐらいのところにあるサンパウ、さっきの駅名にもなってましたけどサンパウ病院というところへ行こうと思います。はい、着きました。立派な作り、サンパウ病院になります。いや病院行ってどうすんだよって思われる方もいるかもしれないんですけど、これはれっきとした世界遺産でございます。このサンパウ病院は1902年から1930年にかけて建築されたもので、ムンタネーという人が建築を手掛けております。でこのムンタネーっていう人はなんとですねガウディの師匠だったらしいです。今入りました。入場料17ユーロでした。そしてなんとですねオーディオガイドの貸し出しがあって日本語あります。日本語のオーディオガイドが4ユーロでした。スマートフォンで貸し出し。ここはトンネルだそうです。すべての病棟をつなげたそうですってオーディオガイドが言ってます。でオーディオガイドのトラックもこんな感じでもうめちゃくちゃ分かりやすく表示されてるんでいいっすね。サンパウいいっすよ。これがサンパウ病院の全体図ですね。病棟がこんなにたくさん大きいのがあるんですね。すげえな。もう街じゃんほぼ。聖サルバドール文館っていうところにいるんですけど、こっちが中庭ですね。すごいね。もう病気治るっしょこんなとこでいたら。ムンタネーはヨーロッパと北米にある240個もの病院を訪ねて研究したそうです。すごいですね。本気感がやばい。オーディオガイドによるとここはムンタネーの紹介をするブースらしいですね。これムンタネーさんかな、もしかしたら。ちょっとわかんないけど違ったら面白いけどね。でこの建物もすごいですね。どうしてこんなに凝ろうと思うんだろうな。やっぱ芸術家っていうのはそうなんでしょうね。順路に沿ると中庭で出ましたね。いやすげえな。ちょっとこの言葉は不適切かもしれないですけどディズニーランドみたいじゃないすごいな。こんな建物こんないっぱい作ったのすげえな。
すげえすげえ。で、ここが聖ラファエル文館というところです。もう建物一つ一つがすごいわ。もうここの奥にベッドがある。病院っぽくなってますね。こんな感じだったんだ。こんなとこに入院して。で、この聖ラファエル文館では最初の骨髄移植を行った場所だそうです。すげえじゃん。何回も同じこと言って申し訳ないですけども、街ですよね。ほんと高級住宅地が並んでるようにしか見えないんだけど、それぞれ病棟だそうですね。信じられねえな。この一番奥にあるあの建物がめちゃくちゃ気になるんだけど、あれが何なのかわかんないんだよな。で、こっから入れなくなってんですよね。なんかイベントでもやるんですかね。敷地内のど真ん中にあるこの立派な建物が手術室らしいです。ちょっと何言ってるかわかんないぐらいすごい建物ですけど、ここで手術が行われてたそうですね。で、残念ながらちょっと入れないみたいです。この裏側にも回ったんですけど、入れなかったです。ここはカルマ文館というところで、オーディオガイドでいろいろ説明があるんですけど、なぜか入れないんですよね。あそこわかります？入れないようになってるんですよね。なんかよくわかんないな。時間の問題なのか、たまたまなのかちょっとわかんないですけど、ちょっと残念ですね。で、今スタッフの方にIt's close って言われた。なんでやねん。まあまあいいんだけど、ここ、オーディオガイドによると、ここは修復されてないらしいんですよね。だからまあ確かに天井とかちょっと汚い感じなんですけど、だから他の建物も改修しなかったらこんな感じだったよっていうことですね。で、ここに着いた時に最初に見えたこの建物は管理事務分館らしいですね。分館なんだ、こんな立派なのに。で、管理事務分館の外側にはこんな綺麗なモザイク画があるということですね。病院によくここまでしますよね。はい、では最後はこの管理事務分館になります。管理事務分館はこんな感じの内装ですね。すご。上ピンク色なんだ。すご。以前マレーシアクアラルンプールで行ったピンクモスクよりピンクです。こんなピンク色ですよ。ピンク色。で、2階からはサグラダ・ファミリア見えますね。どうですか？カメラ映ってますか？で、2階のホール、広い部屋はこんな感じ。すご。もう病院には思えません。この広い部屋、なんとムンタネーの部屋だそうです。当時は講堂として使われてたそうです。ここはパウフィルの部屋というそうで、当時は病院の書庫だったそうです。時間の経過とともに経理部屋へと変わって金庫もあった部屋だそうです。ここでなんか公園とかできそうですね。超綺麗な部屋ですよ、ここ。ほら。ということで3パー後にしようと思います。さっきと反対の管理事務分館来たんですけど、こっちにも立派なモザイク画がありましたね。夕方6時です。メトロに乗って移動しようと思います。まず L5 ですね。それでディアゴナルって駅で L3 のメトロに乗り換えようと思います。ちょうどメトロ到着したので乗り込みます。ディアゴナル駅で降りまして L3 のメトロに乗り換えます。こちらのパステなんとかグラシャっていう駅で降りました。このメトロの出口を出てですね、すぐ目の前でしたカーサバト寮ですね。ガウディ建築の建物になります。このカーサバト寮はもともとは住宅だったそうです。ただ今は博物館になっているそうですね。こちらの入場料なんですけど、今調べたら25ユーロ。やめときます。もちろん内装も素晴らしいんだとは思いますが、ちょっと課金しすぎたので、私は外観だけ楽しんで去ろうと思います。次の目的地まで歩いていきます。今日前回動画から今までめっちゃくちゃ歩いたんで、めっちゃくちゃ疲れました。歩いて8分ぐらいで着きました。カサミラでございますね。こちらもアントニオ・ガウディが手掛けた建物です。で、これももともとは住宅だったんですけど、今は展覧会やコンサートが開催されているそうです。採石場のような外観のファサードを持つカタルーニャのアール・ヌーボー建築だそうです。こちらの入場チケット、今ネットで調べたら29ユーロです。やめときます。さっきのカサバト寮と同様、入りたい気持ちはあるんですけど、アテネのアクロポリスと同じぐらいの料金はちょっと二の足を踏みます。
時間は6時52分になりました。もうガソリン切れました。疲れた。めちゃくちゃ疲れた。あとはですね、飯食ってホステルへ戻ろうと思います。ただですね、マーケットメルカドで大して美味しくもないコロッケを4つも食べてしまったので、ほんと軽く食う感じにさせていただきます。ホステルまではここから歩いて10分なんで、そっち方面に向かいながら適当な店探して適当なところ入ろうと思います。特に今回お目当ての店とかはないです。途中でたまたま目が入ったこのバージョーンってとこ入りました。まずビール、エストレージャ・ガリシアっていうスペインのビールですね。いただきます。ギリシャで飲んだギリシャビールよりはちょっと甘みがありますね。で、喉越しがいいですね。なかなかうまいです。飯はまずカプレーゼ、なぜかカプレーゼにしました。コロッケ食ったせいで普通のサラダすら食い切れる自信がなかったんでカプレーゼにしました。いただきます。まあ普通ですね。そしていわゆるタパスですね。イベリアンハムを頼みました。ではイメージ通りのかなりの塩辛さ。まあハムはうまいです。塩辛いけど。では真ん中にあったパンに乗せて、まあまず2杯目サングリア頼んだらめっちゃでかいのが来ます。めっちゃでかい。でストロー2本あるのは一切気にせずいただきます。あ、酒感強いですね。だいぶ酒感が強いサングリア。うまい。中にレモンオレンジがたっぷり入ってます。でも酒が強い、ワインが強い。ごちそうさまでした。お会計30ユーロでした。では、ホステルへ帰ります。って言ってもほんと徒歩 2,3 分だと思います。 Google によると今気温20度みたいなんですけど、超気持ちいい、ちょうどいい。こんなこと言うの北島康介以来かもしれないですけど、超気持ちいい。最高です。もう千鳥足で歩くにはちょうどいい気温ですね。酒でほてった体だから涼しいけど寒いまで行かないみたいな。いやいいっすね。最高です。ということでプリマベラホステル帰ってきました。まだそんな遅い時間じゃないですけど、今日3万歩ぐらい歩いて疲れたんでシャワーだけ浴びてすぐ寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今日も4ユーロで宿の朝食いただきます。今日は自分でフライドエッグを作りました。いただきます。改めておはようございます。10月14日火曜日朝9時56分になります。でこのプリマベーラホステル、この後チェックアウトしますのでホテルの評価をします。星5つ中ですね。迷うんですがギリ3つでお願いします。まずいい点としてはもう綺麗ですね。ほんと綺麗で清潔です。スタッフの方も感じいいですし、あと4ユーロで朝食っていうのもめちゃくちゃいいですね。でただですね、ちょっといろいろ難点もありまして、まず1つ目がバスタオル、バスタオルに限らずタオルがない。有料の貸し出しとかもなんもないですね。だから必ず持参してくるか、もうこの辺で買ってくるしかないですね。であとシャンプーとかボディジェル的なアメニティ的なものも一切ないです。で次に最大の難点がですね、私2段ベッドの上だったんですけど、上の場合はですねベッドと壁の間に隙間があるんですよ。でその隙間の上の方に電源があるんで、電源をここに挿して各種充電器を垂れ下がった状態で使う形になるんですけど、物落ちますね。めちゃくちゃ落としやすいです。実際私もスマートウォッチを落としたんですよ。壊れてなかったんでよかったんですけど、そこがちょっとね、もう隙間があって本当落としやすいですね。もうこれが最大の難点です。もし運よく下の段になったら大丈夫だと思うんですけど、上の段だと結構それが怖いです。であと私はそんなに男なんで気にならないんですけど、ドミトリーの部屋自体もそうなんですけど、トイレとかシャワールームも全部男女共用なんですよね。女性はちょっと嫌な人は嫌かもしれないですね。今朝さっき女性がバスタオル1枚で廊下に出てきてちょっとびっくりしましたけどはい。でそんな感じでこの後チェックアウトをします。でただですね、バルセロナをこのまま離れるわけではありません。今日からちょっと1泊だけなんですけど別のホテルに移ることになります。なのでもうちょいしたらチェックアウトして、まだチェックインできないとは思うんですけど、大きな荷物を置きに、次のホテルへ向かおうと思います。
はい、今宿チェックアウトしました。で、次のホテルなんですけど、結構近いんですけど、一駅だけですけどメトロに乗って、向かいたいと思います。ではプリマベーラホステルから徒歩2分のベルダギ駅からメトロ乗ります。今回は10回乗れる券を買いました。 13.55 ユーロでした。バルセロナの地下鉄メトロって 2,3 分おきぐらいに来るんだね。すげえな。日本並みかそれ以上じゃない。ではエルゴのメトロが来ましたんで、一駅だけですが乗りたいと思います。はい、サグラダ・ファミリア駅で降りました。ここから歩いて4分でホテルへ向かいます。はい、着きました。今日から一泊するホテル、セルコテル・ロセリオンですね。高級ホテルです。ワンチャン入れたらいいけど、残念ながらですね、部屋に入るのは3時以降ということなので、荷物だけ置かしてもらいました。ではですね、いよいよですね、バルセロナでここ行かない人は多分いないんじゃないでしょうか。サグラダ・ファミリアに行こうと思います。チケットはもうオンラインで事前に取っております。